こんばんは、ゆうきちかです。今回のビットガールズは観察力と表現力をテーマに今女優としても活躍するモノマネタレントさんがゲストとして登場します。番組ホームページから人気投票ができるので、ぜひ私ゆうきちかに投票よろしくお願いします。それではビットガールズ始まります。始まりました採掘ビットガールズアンタッチャブルの柴田です。そして屋敷りさです。はい、ということでございましたね。前回新年一発目のオンエアがありまして、新規メンバーが皆さん入りましたよ。6名の猛者が中にはもう本当にスーパースターみたいになっちゃってきちゃってるから、結構手強いですよね。だいぶ手強いですよ。そう、今週はね先輩方のビットガールズ6人でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。あれ、佐野さんは今何位なの？あれランキングみたいなやつ。1位です。そうなんです。時価総額ランキングはご覧の通り。ビットガールズたちもこれからもっと頑張っていくので、トレ株主の皆さん、お目当てのメンバーを応援してくださいね。ということで、本日はビットガールズのみんなに新年の抱負として今年ブランディングしていきたい〇〇力を考えてきてもらいました。おー、いいですね。はい、こちらです。どうぞ。はい、これは何？新しい漢字かな？これどういう？趣味力です。もっと好きなこととかやってなかったことにもっとチャレンジしていく年にしたいなと思ってます。ああ、いいかもしれないね。いいね。続いてわちちゃん。はい、私は個性力です。個性力。はい、おっぱいだけみたいなとこあるんで。他何を出していきたいの？じゃあ私の個性って何なの？なんだろう。もう全部脱いじゃう？もうちょっとでやりたい。もうちょっとやりたい。続いて山口さん。はい。まあこれちょっと最近あった話なんですけれども、怖い話。ちょっとまあ仕事もプライベートも両方うまくいってなくて、ちょっと幽霊より怖い状況にある。相変わらず方向性が定まらない山口さんはさておき、ビットガールズたちが2017年に身につけたい〇〇力はご覧の通り。頑張りましょう。さて、いろいろな〇〇力が上がってきましたが、今回は会長から2つの〇〇力を磨くようにと指令を預かってきました。はい、それがこちらです。観察力、そして表現力を磨け。おお、なるほど。ということで今回のゲストからその技術を学ばせてもらいましょう。はい、芸能界でもトップクラスの観察力とそして表現力を兼ね備えた、大スター綾瀬はるかさんです。お久しぶりです。陣の立花咲です。そんな格好してない。そんな小刻みに歩いてなかった。南方先生。違う、柴田。違う、先生じゃない。柴田さん。すごく変わりましたね。だいぶ違う。失礼しました。いや、ということで改めまして。よろしくお願いします。いや、ちなみにローラはこの番組見たことあるの？ある。ある？見た。そう。忘れた。では早速ですね、ちょっとビットガールズから福田先生にいろいろと聞いてみたいと思います。じゃあみずきちゃん。モノマネを始めた一番のきっかけはありますか？覚えてるのは幼稚園の頃ですね。幼稚園の頃に移動動物園っていうのがあって、トラックにいっぱいヤギとかひよことか動物が乗ったトラックが来て、こう運動場でみんなで遊ぶんですけど、その時にひよことかが泣いてるのを見て一緒にこうとかってこうなんかこう泣き真似をこうしたりとか、なんでしょうね、なんか自分が発しない音を聞くとなんか真似したくなっちゃう。でそれを経てフェアチャイルドに一回入って。だからそれはちょっと違う。フェアチャイルドの話はいいじゃない、ちょっと。いや、好きでしたけどね。それじゃあ続いては山口さん。
モノマネもちろんなんですけども、他にも女優さんとかいろんなことされてると思うんですけども、モノマネがなんか他の分野に生きているってことあるんですか？そうですね。でもそれこそお芝居とかは全然経験がなかったので、モノマネってこう学ぶ真似るじゃないですけど、こう見てこう観察して真似をするので、なんかそのお芝居も役者さんとかのこう見ながら、あ、こんな風にやるんだみたいな感じで、なんかそういうのはすごいなんか現場で生きていた感じがしますね。へえ、やっぱ洞察力なんだよ、だからやっぱね。ちゃんはいろいろな方のモノマネをやってらっしゃると思うんですけど、ご本人に怒られたりしたことってあるんですか？天海祐希さんにもうご本人の前でモノマネをさせていただいた時に、楽屋にご挨拶行って「今日は本当にすいませんありがとうございました」って言ったら「もっと似させて!」って言われてちょっとやっぱご本人目の前にするとちゃんと似せなきゃ頑張ろうっていうふうにもう力みすぎちゃって、ちょっとこうやっぱ70点ぐらいのなんかこう出来になっちゃったので、やっぱその時は言われましたね。今何人ぐらいできるようになったの？実は今年の夏で一気にネタを増やしまして、今多分150ぐらいあります。今まで50個ぐらいだったんですけど、ちょっと芸歴で考えて50でもなかなかすごいのにさ、そっからひと夏で100増やしたの？このひと夏でもう100増やしました。マジで？いやでももうハエとかも入れてるんで。先輩の原口さんがよくおっしゃってるのが、もうモノマネは勇気だっておっしゃってるので、もうやることが大事。はい。なんか今何やってるんだろう私って混乱しません？もう28年間自分が何だかわからない。あれはもうゲートはまた別の話だよ。自分が何だかわかんないって言い始めた。そんなモノマネクイーン福田彩乃先生の人気の秘密を紐解く3つのキーワードを用意しております、まず最初のキーワードはこちらです。どうぞ。芸はガチで身を助ける。ガチでっていうのが入ってきた。ことわざとしてもね有名な芸は身を助けるですが、今先生がこうやって存在しているのもガチでこの言葉通りなんですよね。本当にこれでこれありきだなっていう。まあ当然そうだよね。福田先生の経歴をご覧になるとよりわかると思います、こちらです、2009年リーマンショックの影響で地元の自動車メーカーを解雇、そして休職中にアミューズ全国オーディション2009に参加、応募総数31,514人の中からバラエティ部門賞を受賞されたと。ある種のチャンピオンだね、ここはね。そうですね。2009年の時は私地元の自動車メーカーで OL をやってたんですけど、いわゆるリストラですね。そうだよね。派遣切りにあってしまって、でハローワークにも毎日週6日、土曜日は午前中しかやってないんですけど、もう本当午前中もずっと通ってたんですけど、本当に仕事がなくってどうしようかと思ってた時にこのアミューズのオーディションを友達が見つけてきて、グランプリ賞金100万って書いてある見出しを見て、クリックで応募しました。その時には別に今ほどさ何かができるっていうわけでもなかった。なかったです、なかったです。モノマネは子供の頃からやってたので、それこそオーディションでやったのはOL 時代の上司の真似とか、自分が飼ってた犬のモノマネとか。随分今から考えるとクオリティ下がるよね。そうですね。でもそのモノマネをしたことによってこの31,514人の中からバラエティ部門取れたっていうことで、そして実は我らがビットガールズ山口さんもそのオーディションには縁があるという。そうなんです。そうなの？まさにですね、アミューズ、ポルノガシティさん好きでアミューズ入りたくて受けた結果、2回受けて2回とも落ちました。ちょっと待って、同じオーディションに受けてたってことですか？2009年の。年は違うんですけど、福田彩乃さんリストラで入られたというのを見て、福田彩乃さん同い年、で私も会社勤めてたんで、福田さんを見て受けようと思いました。じゃあリストラされたんですか？いえ、自分で辞めました。ボケリストラだよ。リストラだって。続いての
テーマはこちらです。はい。見て盗め。ということでした。もうこれはやっぱりもうモノマネといえばじゃないですけど、やっぱりこう見て観察してもうそれをいかにこう自分のものにできるかっていうのがちょっと大事だなって。それはさ、どういうところから入るの？その入り口としてこの人やりたいなで入るのか、それとも見てたらたまたまいけそうかなで入るのか。私はなんていうんですかね、その人の、特徴的な声というか自分のこう脳で聞いたことないような音を聞くと、やっぱちょっとはっと思って何度もこう今までその見たりとかこの人の声はなんかたまにすごく残るなっていう一番の人って誰？でもローラちゃんとかはやっぱ声がちょっと今まで、そうですね。あんまりモノマネできる人もいないしね。ちなみに実際に今日のビットガールズたちのモノマネもちょっと即興でできちゃったりするかな。どうしよ無理じゃない？今やりやすい方で全然今のどうしよう。特徴がさ、ないぜ。そんなことはでももうワツさんとか多分一番そうですね、特徴的だなと思います。口がずっと開いたまま喋る。確かに。なんていうの、なんかないです、そんなことないですみたいな。ずっと口開いてますよ。ちなみにビットガールズの中でちょっとモノマネできますっていうメンバーが誰？まずはわちちゃん。なんとかやりますって一応言おうよ。止めるタイミング非常に難しい君。気合が入りすぎ思わず前のめってしまったワチパイがモノマネするのはドラえもん。僕ドラえもん。すごい痰が絡んでた。痰の音がね。白星夏美がモノマネするのは踊る大捜査線の青島俊作。いきます。もろさ。山本くんがやってる感じ。そうですね。ちょっとね色入った。ちょっと色入っちゃってますね。最後は瞑想を続ける山口。おもむろにハンカチで唇や歯茎を拭き始める。何のモノマネですか？ラクダの咀嚼。いきます。あれだ、似てる。ちょっとごめんなさい、歯の乾きが今足りなかった。ありがとうございます。すごいですね。でももうこうやってやらなくても柴田さんもう楽だ。本当だ。ここまでビットガールズたちを見て皆さんまだ表情が硬いんじゃないかなと。モノマネに対する恥ずかしさや緊張がこうまたある。ということで今回はこちらを用意しました。はい。ちょっと静かにしてもらっていいですか？先生が喋るの。ですね、表情を変えるにはある部分がすごく重要になってくるんです。ある部分。もちろん髪型とか、顔の筋肉を動かせばちょっとこうそのご本人に近づくこともあるんですけど、この中で一つだけあるパーツがちょっと結構特徴的なんですよね、実は。2個あるよ。柴田さんは2箇所。いや目か口か。これはさ口角上がってる系で、こっちは口開けてる系で、あれはおちょぼ口系じゃんか。でこれなんかパッチリしてて目をちょっと薄めてちょっとキリッとしてるのとさ。先生、正解をお願いします。はい、正解は眉毛です。どれでもねえ。俺のどれでもねえよ。はい、おめえのどれでもねえです。俺の眉毛なの。眉毛です。やっぱり眉毛っていうのは意思表示ができるパーツになってくるので、モノマネでももちろん大事なんですけど、この芸能界で生きていく上でこの表情を作る上でも眉毛っていうのはすごく大事に
なってくるんです。そうなんですか。まあモノマネする時は私はこの表情ありきなので、この表情を作りながらこうやって描きます。変わっちゃうもんね、書いてる間に。だからこの表情を作りながらこうやってメイクして、どの眉毛がいいかなってやると私にねやってる間にそれでは実践をしてみましょう。はいこちらをまずご覧ください。それはひなのちゃんです。ひなのちゃんの眉毛はない写真にしてみたんですけれども、実際に先生から表情を変える眉毛についてこれで学んでいきたいと思います。先生はい。ビットガールズ特製眉キットを使ってレクチャースタート。まずこういう眉頭が強いもの、こうキュッとこう筆でシュッてこう描いたような、こういうのは結構この顔全体でいうとこの辺にすごい集中的になんか意識がいってしまいがちなので、どちらかというとこういう眉の方が私は合うんじゃないかなと。でもそうかも。週より。はい。優しい印象にねちょっとなるかもしれない。あと大事なのがこの眉頭と眉頭の間の幅をどうするかによって、これで目の大きさとかが変わって見えてくる。ちょっと離すと間抜け顔になってなんかあまり迫力ないというか、でもちょっとこう近づけてやるとちょっとバランスもよくこうキリッと見えますよね。恵子さん系な。そうですね。はい。で時にはこういう眉毛で自己アピールをしていくのも大事かなと。ならないじゃん、だって普通人は。3つ目のキーワードはこちらです。イエイ。憧れて思い込め。やっぱり好きな人に近づきたいっていうこの願望と、よし似るぞ似てるぞってこの思い込みって結構やっぱり大事で、それがやっぱこう表情にも出てきますし、さっき言ったこう脳もそういう風に勘違いをしてくれるので、もうこれも表現力の中では大事なことかなと。そんなね福田先生、これまでに見て盗み憧れ思い込んで完成させてきた作品をまとめてみました。すごいですよ。やっぱローラちゃんちょっと待って、後半わかんねえんだけど。こんな機会めったにないので、ビットガールズの皆さんからリクエストあれば。はい。白星さんどうぞ。じゃあ私篠原涼子さん好きなので。ねえメイスの髪の毛と服すごいよ。滝川クリステルさん。皆さんこんばんは、滝川クリステルです。今夜は一つもニュースが入ってきていません。それでは今夜はこの辺でボンさん。番組やるんだ。だからなんかなんだろうな、これビキニで収録しちゃうって斬新だよね。おっぱいすごいね。何カップ？Hカップです。すごいね。相当揉まれてるよ。相当揉まれてる。ということでここまでは先生の技を見せてもらいましたが、実際にビットガールズたちが先生から技術を盗むことができたのか検証したいと思います。なるほど。でして目指せモノマネ女王、完成度が一番高いのは誰だ。やろうやろう。はい、皆さんにはこれから即興でモノマネを披露していただきたいと思います。モノマネしていただく有名人はこの方です。ゆうさん。もうね何回かねやらせて、そうですね。そうなんです。ビットガールズは福田先生のモノマネを観察できていたのか。柴田マネージャーがウィッグを渡したビットガールズにモノマネに挑戦してもらいます。
じゃあ柴田さんご指名お願いします。はい、やっぱりですね、佐野さんにまずは見せてください。レースクイーンなんですよね、彼女は。あ、本当だ。足綺麗。こういう人はやっぱりちょっとね、おちゃらけた部分があってまた人気も出るんじゃないかな。でね、じゃあこれ被っていただいて。それではさみちゃんのゆうさんです。どうぞ。こんばんは、ゆうです。ビットガールズにはいろんな女の子がいるんだけど、とりあえず佐野真也ちゃん応援しとけば。おお、なんだ。雰囲気出てる。結構堂々とされててすごい。いや、ちょっと意外っていうか、ちょっとすげえ。照れずに全然できてる。そう、あとワードのチョイスって意外とやっぱモノマネって大事になってくるので、そのこうワードのチョイスもすごい今良かった。めっちゃセンシティブかも。ありがとうございます。続いてのご指名お願いします。続いてはみずきちゃんだね。すごい声出ます。あ、日本舞踊。意外なところだ。あ、じゃあ日本舞踊やりながらちょっと取りに来てもらっていいですか。そうでもこれだったらみんなできる。いや、できる。そこに技術が実は。俺たちじゃわかんない。私たちはわかんないやつ。それではみずきちゃん、ゆうさんお願いします。これ何？なんか違くない？もうバカじゃないの？やだ。イエーイ。怒ってるゆうさん。でもね、言うんですよね、ゆうさんって。もうバカとか何これとか言う。あとやっぱ皆さんなんか自然とこうね、手の位置がこう鼻にある感じがすごいいいですね。最後の挑戦者は和知司。それではわちちゃんのゆうさんです。どうぞ。もうよくわかんないもうベタよ終了。ちょっと鼻詰まってるとかの問題じゃないよ。もう何にも聞き取れなかった。どうしよう。何にも聞けなかった。それではどうですか。私は本当に苦手なんですけど、じゃあやろうかな。吉木りさがまさかのモノマネ披露と、その前に採掘テックニュース。巷で話題の商品やサービスを紹介するコーナーです。今回のテーマはこちら、シェアリングエコノミーです。シェアリングエコノミーとは、普段使わないものや場所などの資産や自分の空いてる時間などをシェアする経済のあり方で、代表的なものだと空いてる部屋をシェアする Airbnb やタクシーの配車サービスの Uber などがあります。日本でもシェアリングというテーマでいろいろなビジネスが立ち上がっていて、最近話題のものを3つご紹介します。まずはこちらです。エニカ。はい、知らないですか？知らないよ。こちらは自分の車を使わない時に他の人に貸したい人と車を借りたい人をマッチングさせるサービスなんです。カーシェアリングみたいな。そうですね。このサービスの魅力は借りれる車がめちゃくちゃすごいんです。はい、こちら見てください。結構高級車ばっかり乗ってると思うんですけど、BMW G4 新車価格約500万円するんですけど、1日8500円で都内で車を貸しているオーナーさんの佐野さん夫妻をご紹介したいと思います。佐野さんは毎月4回ほど愛車を貸し出していて、そこで得た利益を車の維持費などに充てているそうです。エニカがお金のやり取りや車両保険の代行などをしっかりしてくれるので、自分の大切な車を安心して貸すことができるそうです。続いてカメラがテーマのシェアサービスです。こちら TakeX1 はカメラ機材を貸したい人と借りたい人をマッチングしてくれるサービスで、貸す側は機材を使わない時に貸してお小遣いを稼げて、借りる側は使いたい時
時だけ借りれて使ってみたいカメラを借りて試してみることもできるんです。商品にして商品。はい、こちら一般的なコンデジは貸し出し価格1000円から、ソニーの α7-2 定価約30万円のカメラは貸し出し価格2800円から。ちょっと待って、これ最大さ10日間だから旅行とかでいいってことでしょ。続いてのサービスなんですが、皆さん服って何着ぐらい持ってますか？結構あるから。白星さんなんていっぱいあるんじゃない？そうですね、私結構普通の服も買うの好きなので、もう相当ありますね。だからたまにフリマとか出しちゃいます。あー、一気にね。流行りとかもあるので増える一方だと思うんですが、そんな悩みを解決してくれるサービスがこちらのエアクローゼットです。こちらは洋服のレンタルサービスで月額9800円で3着ずつ何度でも服を借りることができ、服をゆっくり買いに行く暇がない OL さんや子育てが忙しい主婦の方にも支持されています。これいいなー、使いたい。実際に私も利用してみたんですけど、最初にアンケートがあって、好きなカラーとか着てみたいカラーとか、あとどのファッションスタイルが好きですかっていうやつをチョイスするんですよ。これをもとにスタイリストさんがチョイスしてくれた服がこちらです。合わせてくれてんのよ。そうなんですよ。あ、可愛い。レースも可愛い、そこの。あとこちら、例えば気に入ったものが届いたとしたら期限なくずっと借りていられるんですよ。ちょっと待って、そんなまさか。買い取りは？買い取りもできます。すごい。もう決めた。やりましょう。以上、テックニュースでした。お待たせしました。吉木マネージャーによるゆうさんのモノマネ。ゆうさん。なんね今テラスハウス見てたんだけどさ、面白くて。おお、似てる。何？収録中？収録中。あ、そう、もう帰るわ。おお、で止めたのにやめないし。溜まってきちゃった。なんかヤンキーになった吉木さんでしたね。エンディングのお時間となりました。は柴田さん、今日のビットガールズいかがでしたか？非常に面白かったですね。そして何がやっぱりいいかって、みんなにまた武器がこれで一つ増えたんではないかと。いや、そうなんですよ。やってるうちにね、先生のアドバイスももとに何か新しいものが見つかるかもしれない。ねね。ちなみに番組ホームページをご覧いただくと、ビットガールズたちを応援できる投票サイトがあります。新人のビットガールズも登場ねしていきますので、ぜひ視聴者の皆さんはアクセスしてお気に入りの子を応援してみてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後はですね、全員ゆうさんのモノマネで。いいですね。はい。一回だけ見せて、ゆうさんのモノマネ。だから見せるとかそういうんじゃないから、だからもうこのまま、だからカメラさんに向かってさよならさよならさよなら。これみんなでやりましょうね。はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。終わり？何これ？現在1週間単位で展開されているご褒美 VTR 争奪戦。票の投票で1位に輝いたのはまみちゃん。はい、こんにちは、こんばんは、まみちゃんです。今回は投票していただいた皆さんのおかげで1位になることができました。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。私のことは YouTube でも見れるのでよかったら見てください。